のだけでも可愛いだろおはようございます。無職の TK です。早朝から猫たちに起こされたので餌をやる。それが終わったらもう一度深い眠りにつく。おはようございます。チワンです。昨夜作っておいたホカチャの生地を仕上げるために朝6時に起きた。生地を2つに分けて広げる。発酵機に生地を並べて入れる。入れたら朝ごはんまで二度寝する。キャットウーマンたちは今日もゴサムシティの安全のために目を光らせている。パンを焼くためにまずオーブンの温度を設定する。発酵させていたパン生地を取り出し、オリーブオイルをかけてトッピングを乗せてみる。あちゃちゃ、トッピングの前に表面に穴を開けるのを忘れた。順番を間違えたけど、今穴を入れて残りのトッピングを終わらせる。完成した生地はオーブンに入れる。一緒に食べるオムレツを準備する。玉ねぎとハムを細かく切る。切ったものをフライパンで炒める。卵を流し込んで、その上にチーズを乗せる。塩コショウで味付けする。オムレツをうまく折りたたんで完成。パンが焼き上がったので取り出して冷ます。とっても熱いので気をつける。オムレツ、リンゴ、コールドキウイを皿に盛り付ける。毎日欠かせないサラダを準備する。今日はアボカドを入れる。
作ったサラダを盛り付ける。フカチアを小さくカットして皿に添えれば朝ごはん完成。フカチアはオリーブ油とバルサミコにつけて食べるのがおすすめ。改めましておはようございます。無職の TK です。妻に連れてこられたこのアパートに住んで約1ヶ月が経過した。無職のおいらには分不相応のアパートで何人かの TKs とはお別れを言うことになった。それでもついてきてくれた TKs のみんなに感謝。今日の朝ごはんはオムレツとリンゴとサラダと手作りのパン、フォカチア。いただきます。まずはサラダから食べて血糖値の上昇を防ぐ。妻の手作りのフォカッチャを食べてみる。カリッとした健康的な味だ。あれオイルなんか塗らなかったね。いつもオイル塗るじゃん、ここに。塗ってないじゃん。今日塗らなかった。最近口ほどうるさくなったんだけど。ごちそうさま。だいたい一日中ここで寝てます。お前もマンハッタンが恋しいのか。ニュージャージーの方が好きなのだ。日陰で寝ているボンボンに向こうに日向があることを教えてあげる。それがおいらに今できる仕事。ありがとうなのだ。昨日は洗濯物が多かったので部屋干しにした。昨夜寝違えたみたいで首が痛い。寝違えじゃねえか。人生甘くねえよ。リラックス。ありがとう。よくなった。いただけでもやだよ。これからは寝違いの時は自分で解決する。オンリーニューヨークで買ったポスター。これはもう初めて家に飾る絵として購入しましたよ。また最近気分の浮き沈みが激しくて動画が進んでいない。そうだ、うつ治療センターに行こう。うつ治療センターにやってきた。まずは15分軽いジョギングをする。4頭身の無職のおっさんがスクワットをやる。毎回動画を見てくれているおいらの父親も週に5回ジムに行っているそうだ。いつか YouTube でおいらの父親を TKs のみんなに紹介したいな。この日は足のトレーニングが
メインだったが、貸し切りのうつ治療センターでは普段50分かかる治療が20分で済んでしまうので、適当に腕や肩をトレーニングする。30分ぐらいで全ての治療が済んでしまったので、家に帰る。T 番はここで休んでる。え？何こりゃ。YouTube で見たイタリア風のカルボナーラを作ろうと思う。まず卵の黄身を分け、ペコリのチーズをおろす。チーズを卵の黄身に混ぜ、横に置いとく。カルボナーラに欠かせないグアンチャレを小さく切る。フライパンで軽く黒胡椒を炒めて砕く。お湯が沸いたらパスタを入れる。グアンチャレから油が出るまで焼く。油が出たらグアンチャレを取り出し、少量の油だけ残して他の皿に移す。パスタの茹で汁を少量フライパンに加える。パスタを入れる。砕いた胡椒を入れて混ぜる。グアンチャレを3分の2ほど加えて火を止める。黄身とチーズのソースを入れるために適温になるまでパスタを冷ます。冷ましたパスタに卵の黄身とチーズのソースを入れてクリーミーになるまで混ぜる。少し加熱してソースが滑らかになれば OK。 皿に盛り付けて残ったグアンチャレをトッピングしてカルボナーラの完成。今日のお昼ご飯はカルボナーラ。いただきます。めちゃくちゃうまい。ペッパー自分で潰しちゃっただろ、でも一回ペッパーパスタ食べたからあのトラウマが思い出してくる。まずいってこと？いや、おいしい。でもさ、前のさペッパースパゲティ覚えてる？おいしい。意外とペッパー辛いね。ごちそうさま。これが赤ちゃんのおむつ替えたやつを入れるやつ。火山の腰を守るためだよ。その棒は何のためにある？遊び。韓国の冬のおやつといえばプンオパン。日本のたい焼きに似ているが少し油っぽくてカリカリした魚型のスナックだ。
寒くなってきたのでプンオパンが恋しくなった。もちろんニューヨークでもプンオパンは売ってるけど1匹に5ドルくらいするので家で作ってみる。最初アメリカに来るとき持ってきたプンオパン焼き器を使う。生地を少し入れて具を入れて上にまた生地を流し込む。ゆっくり両サイドを焼く。最初のプンオパン出来上がり。冷ましたらパリパリになって美味しい。次のプンオパンはあんことクリームチーズ入り。はい、出よいね。ここ入れていい？どんどん腕が上がっていく。おっさんに食べさせてみよいただきます。じゃあ。う。どうへん？まずい？待って、まだ尻尾出てない。尻尾はパリパリしてるね。韓国のたい焼きはパリパリけど。韓国のたい焼きは薄いんだよな。ね？皮が。食べたことないからわかんないけど。薄くて。韓国のたい焼き皮がほんと薄いんだよ。日本はパンみたいにくる。中物少なめですね。中も少ない。パンみたいにくる。韓国人あれめちゃくちゃ嫌いな。みんなに見せて。みんなに見せて。韓国のたい焼きってこれだけあんこ入れるみたい。これは多いね。チーズとあん。で、この頭からいってみます。これは最初の挑戦。日本にも今クリームチーズとか入ってるたい焼きあるのかわかんないけど、おじさんからしたら邪道だよね。熱いが。あった。どっちがうまい？TKs のみんなにコメントを返して今日の動画を作り始める。コストコで安く買った豚ロースを切り分けていく。外側の筋膜を取り除いて柔らかいロースにする。半分はとんかつ用に残して残りは酢豚にする。水につけておいた片栗粉の水を捨てて油と卵の白身を混ぜて衣を作って肉を絡める。油を温める間にちゃんぽんを作る。玉ねぎとネギを炒めてネギ油を出した後シーフードを入れる。シーフードに火が通るのを待ちながらタンスユックを揚げていく。シーフードに火が通ったら韓国からお母さんが送ってくれたちゃんぽんパウダーを加えて炒める。適当な量の水を入れて煮たらちゃんぽんのスープ出来上がり。タンスユックを揚げながらソースを作る。水、砂糖、お酢、醤油、簡単な野菜を入れて炒める。ある程度炒めたら片栗粉を入れていく。茹でた麺を皿に入れてその上にちゃんぽんのスープを流し込む。これで夜ご飯完成。
今日の夜ご飯は韓国ちゃんぽんタンスユでもチェロ超久しぶりにチャレンジします。おーちゃんぽんだ。ただ辛い。美味しい中華屋さん行ってみる。うまい。これ日本でスーパーイコって言わない？皆さんどうですか？私日本人じゃないから知らない。これ日本だとこれスーパーイコって言いますか皆さん？フォーク？スーパーイコあとちょっとググったらこれが出るかもしれない。やってみます。やっぱり中華だからさ。ルートビアは苦手やで。匂いだけ見る。苦手苦手。甘いドクターペッパー。何これ？ちゃんぽん辛い。マジ？チェリコックの料理が最悪。多分これダイエットだからかもしれない。だろ？ごちそうさま。これで食べたら太っちゃう。一応キャンは良くないけど、これはいい。十分にいい。ちょっと猫たちの様子を見ていきたいと思います。みんな大丈夫？あららら、寝てるとこごめんなさい。皆さん大丈夫ですか？ベッドで寝るの贅沢ですね。この部屋完全に猫の部屋。Ghost on marble steps into the rain. Make the weight of the world feel like nothing. The street dog eyes anticipate me. I'm a kid again in a vibrant light. Like a ghost on marble steps